皆様ゲーム楽しんでますか？どうも、ジローです。今回は連休におすすめしたい時間泥棒すぎる PS4 の神ゲー5作品紹介していきたいと思います。ゴールデンウィークが始まり、連休に入った方も多いと思います。そんな時間がある時にもってこいの1本で200時間以上は軽く遊べる大ボリュームゲームを厳選してみました。自身が実際にプレイした作品の中からゲームごとの魅力や特徴、個人的にハマったポイントなども話していこうと思いますので、連休にがっつり遊びたいゲームを探している方はぜひ参考にしてみてください。また、スイッチの連休におすすめしたいタイトルの紹介動画も概要欄の方に貼っておくので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。今回紹介するゲームは主観による厳選ですので、コメント欄の方でも皆さんの思う連休に向いている大ボリュームなゲームなどがあればぜひ教えてください。それでは本題いきましょう。フォールアウト4。ベセスタソフトワークスが送るフォールアウトシリーズのナンバリング4作目の本作。核戦争により荒廃し、自然環境が汚染された2277年のアメリカが舞台。主人公はプレイヤーの分身を男女それぞれの好みでキャラメイクし、プレイヤー自身がボストンに築かれた核シェルター最後の生き残りとして未知の世界の探索を行います。メインストーリーとしては、シェルター内で誘拐された自身の息子の行方を追い、変わり果てたアメリカの地で様々な協力者に出会い、襲い来る敵組織やミュータントを倒し、謎を紐解いていくことになります。メインストーリーはあるものの、あくまでどういったプレイをするかは完全にプレイヤー次第。核に汚染され荒廃した大地を好きに巡り、他に生き残った人間や組織と協力しながらこの終末の世界を生き抜く、もしくは自分の体一つで破壊や殺戮を繰り返す、暴徒化すことも可能となります。戦闘としては基本的には様々な銃器をメインにしたシューティングバトルを軸に、少年心をくすぐるロボットのようなパワーアーマーを装着し暴れまくることもできます。さらに本作のバトルにはアクションだけではなく RPG 的な要素もあり、バッツと言われる敵の動きをスローモーションにし、ピンポイントで V 破壊を狙うことができる補助システムも搭載されているため、シューティングが苦手な方でもプレイしやすくなっています。そんな本作のハマるポイントは異常なまでのクラフト要素。ここまで話した部分でも十分すぎるやり込みができるものの、本作のやり込みの真髄となるのはこの中毒的なクラフト部分。キャラを育成するだけでも何種類ものスキルがあり、体力に全振り、戦闘特化やカリスマに全振り、話術特化など様々なキャラクラフトが可能。さらに武器の強化や改造などの豊富なカスタマイズはもちろん、拠点のクラフトに関して言えば自由に世界の人間を集め、家やお店、畑などを作ったり、敵の襲来に備えた防衛装置の設置など、自分だけの最強の砦を作り出すこともできます。この異常なまでのやり込み要素にハマった方は、クラフトだけでも数百時間は遊べてしまうかもしれません。ポストアポカリプスの世界を限りなく自由に生きたい方はぜひ一度プレイしてみてください。The Elder Scrolls V スカイリム。こちらもベセスタソフトワークスが手掛ける、全世界で200以上のゲーム賞を獲得した世界最高峰のファンタジーオープンワールド RPG。プレイヤーはまず10種類の種族から1つを選択し、自身の分身となる主人公をキャラメイク。スカイリムと言われる世界で唯一ドラゴンを打ち破る存在、ドラゴンボーンとしてドラゴンを倒す使命を与えられ、物語が始まります。メインとなるストーリーを進めてもいいんですが、この広大なスカイリムの世界でどう生きるかは完全にプレイヤーの自由となります。メインクエストだけではなく、膨大に用意されているサイドクエストやキャラクターの自由な育成、様々な勢力への所属など、とにかくできることが多く、世界を救う救世主や英雄、世界を恐怖に陥れる殺人鬼や略奪者、魔法大学に通い大魔法使いを目指したり、結婚し家を建てのどかに暮らすかなど、どのように生活するかはプレイヤーのあなた次第になります。そして戦闘や育成でも様々なスタイルを取ることができ、剣や斧での近接戦や弓や魔法での遠距離戦、闇に紛れた隠密、さらに豊富に用意されたアビリティを習得することで、ステータスやバトルスキル以外にもスリや錬金術を上げたりと、まさに自分好みの主人公を作り出すことが可能となります。そんな本作のハマるポイントは歴代ナンバーワンの大冒険。個人的に今までプレイしてきたどのゲームより冒険している感がある作品と言えます。剣と魔法とドラゴン、誰しもが憧れる中世ファンタジー風に構築された自然あふれる様々なロケーションは、グラフィックの質では語れない美しさを感じることができます。世界自体の行動の自由や広大さはもちろんのこと、本作はとにかく密度がものすごく、こんなにも寄り道してしまうゲームは他にないと思います。というのも、マップの中にメインとは全く関係ない街やダンジョンがかなり用意されているため、逐一様々な発見があり、世界を巡るワクワク感がすごいです。見たことない場所に行き、レアなアイテムを見つけたり、いきなり強敵と対峙したり、
メインと遜色ないレベルのサイドクエストを受けたりと大げさに聞こえるかもしれないですが、このスカイリムという作品は現実世界とは別の人生を送るというゲームを超えた感覚を味わえると思います。キャラクターデザインやバトルのもっさり感など洋芸特有の癖があったり、あまりに自由度が高すぎて何をやっていいか戸惑ってしまう部分もあると思いますが、ハマってしまえば何時間あっても足りない作品なので、オープンワールド好きや RPG 好きなら人生のどこかで一度はプレイしておきたい一本です。モンスターハンターワールド。カプコンが手掛ける巨大なモンスターを買って借りまくる言わずと知れたハンティングアクションゲーム。プレイヤーはギルド、新大陸古竜調査団の一員として10年に一度発生する古竜渡りと言われる謎の現象の究明を行います。鍛冶屋に料理屋など様々な施設で構成されるアステラを拠点にし、クエストの受注という形で各地に生息しているモンスターの生態調査や狩猟に向かうといった流れでゲームを進行していきます。本作のフィールドは作り込みがすごく、様々なロケーションのフィールドが用意されています。歴代シリーズではエリアごとに分かれたマップとなっていましたが、本作ではシームレスにマップがつながることで、一つ一つフィールド自体の広大さを感じることができる点や、そこに生息するモンスターたちの行動や生態が非常にリアルに表現され、睡眠や捕食行動、さらに巨大モンスター同士の縄張り争いなど、プレイヤー自身が未知の大陸を調査する調査団の一員であることを肌で感じさせてくれます。そんな本作のハマるポイントは、まさにワールド級のハンティング。本作はストーリー部分も割と作り込まれている点や、リアルに表現されたモンスターの生態など惹かれる点ではあるものの、やはりモンスターハンターといえば様々な武器や戦略を使い対峙する巨大モンスターとのハンティングバトルですよね。本作はやはり PS4 タイトルという点でも今までのシリーズから大幅にグラフィックが進化しており、シリーズナンバーワンの臨場感あふれる戦闘を体感できることはもちろん、爪痕や痕跡を見つけ出し、その土地に生息する様々な個性を持つモンスターと対峙した際の感動や緊張感などもものすごく、そんな強敵相手との戦闘は素直にワクワクしますよね。さらに全14種類の武器からお気に入りの武器をとことん極めてもいいですし、今まで使っていなかった武器に挑戦することで新たな戦略や自分の可能性に気づけたりと、狩猟を通しそういった点を探求していくのも大きな魅力だと思います。本作自体ソロプレイでも自分なりの面白みを見つけたりしながらかなりの時間楽しめるとは思いますが、友達とああでもないこうでもないとワイワイプレイするのが好きな方は数百時間どころか軽く1000時間以上はプレイできる一本です。リアルなモンハンがやってみたいと思っていた全モンハンプレイヤーの欲求を満たしてくれた素晴らしい作品となっています。今から購入するなら大型 DLC アイスボーンがセットになったマスターエディションを購入するのがおすすめです。レッドデッドリデンプション2。ロックスターゲームズが手掛ける西部劇を題材にしたアクションアドベンチャー。1899年のアメリカを舞台に、主人公アーサー・モーガンは自らの理想と自分を育ててくれたギャングへの忠誠、どちらかの選択を迫られます。本作では自然に溢れたアメリカの地がシームレスにつながったオープンワールド型のフィールドで構築されており、ストーリー自体はチャプターごとに進行するゲームシステムを実装し、物語内の選択、またはアーサーの行動により変化する名声値によってエンディング内容も分岐するマルチエンディングを採用。そしてギャングとして生き抜くという点では、主にお金や食材の寄付を行いながら拠点となるキャンプ地の拡大に励むことになります。アクション面では敵勢力との銃撃戦はもちろん、弓を使った狩猟や西部劇のカウボーイならではの投げ縄を使ったアクションも展開されます。そんな本作のハマるポイントは圧倒的リアルの追求。本作を語る上で絶対に話しておかないといけないことが、異常なまでにリアルを追求した作品であるということです。実際のところ本作に関しては賛否両論あり、そこで挙げられる不満点のほとんどがこのリアルさを追求したことによる部分だと思います。RDR2 にハマる人とハマらない人の違いの多くは、このゲームと現実を近づけたリアルさを受け入れられるかどうかだと個人的には思います。何をするのにも一つ一つ動作が入る。ファストトラベルポイントが少なく移動がめんどくさい。そこだけに目を向けるとそういう感想になるのももちろんわかります。しかしこの RDR2 のリアルさへの追求はそこだけではないということです。まず探索を行う根拠。本作の物語上、主人公であるアーサーはギャングの仲間たちと共に20世紀初頭の先の見えないアメリカを生き抜かなければならないため、何としてでもお金を稼ぎ、物資や食材を集める必要があるということ。ここに各地を巡り行動を起こす根拠が生まれます。さらに結果を生むためのアプローチもプレイヤー次第。お金を集める手段一つとっても、強盗やスリで稼ぐか、逆に人助けや賞金首を捕まえるか、どちらの手段でもそれは可能となっており、ここの選択がプレイヤーが自身の思うギャング像を作り出すことにつながります。そしてもう一つ、物語のリアルな描き方。
先ほどから述べていますが、本作で描かれるのは無法者と呼ばれるギャング集団。これをよくある義勇軍風に描くわけではなく、しっかりとアメリカに暮らす人々の脅威として描くわけです。しかし、中から見ているプレイヤーの目線からは、家族とも言える仲間たちと生き抜くためにはやむを得ないといった葛藤も知ることで、両者の目線を感じ、そこに圧倒的リアルが生まれるのだと自身は感じることができました。人を選ぶ作品ではありますが、一度ハマると何百時間もプレイしてしまう恐ろしいゲームだと思います。リアルをとことん追求したサバイバル体験をしたい方はぜひ。ウィッチャー3ワイルドハント。 CD プロジェクトレッドが手掛けるダークファンタジー RPG。 プレイヤーは怪物退治を生業にするウィッチャーリビアのゲラルトとなり、怪物たちがはびこる広大な世界を巡ります。本作ではこの広大な世界をアイバのローチにまたがり、数々のクエストをこなし探索を行いながら物語を進めていきます。本作のオープンワールドは大きく3つの地域に分かれており、ベレン、ノビグラロ、スケリッジといったバカでかいマップが用意されていて、そのマップ内にはサイドクエスト、財宝、怪物の巣など、とにかく様々な要素が散りばめられています。海や森、遺跡や巨大な街など、ロケーションも様々で、オープンワールドを歩いているだけでも非常に楽しめる作りとなっています。メインストーリークリアまでおよそ50時間から60時間。さらにサイドクエストや様々なやり込み要素を合わせると200時間以上は軽く超えてしまうゲームボリュームとなっています。そしてバトルシステムとしては、剣術や魔法を用いて戦うオーソドックスなアクションバトルといった感じですが、剣術特化や魔法特化などゲラルトの戦闘スタイルもプレイヤーの自由に育成することが可能。さらには怪物との戦闘前には情報や弱点を調べて臨んだり、霊薬を調合し優位に戦闘を進めるといったリアルにウィッチャーという職業を体験できるのも大きな魅力です。そんな本作の最もハマるポイントは、ストーリーのエグすぎる作り込み。ウィッチャー3を語る上で間違いなくこの点が一番すごいところだと思います。本作はメインシナリオに直結するメインクエストと様々なタイミングや場所で発生するサイドクエストに分類されます。そしてメインクエスト、サイドクエストともに中身が濃く、一つ一つが非常に丁寧に作り込まれており、それだけでも十分すごいと言える点なんですが、このウィッチャー3の凄さはさらにその奥にあり、本作は真のマルチシナリオというのはこういうことだと完全に体現しています。どういったことか説明すると、メインクエスト、そして膨大な数のサイドクエスト、このいくつも存在するクエストがどこでどうつながるかわからないということです。メインクエスト進行により発生したり発生しなくなるサイドクエストがあるのはもちろん、サイドクエスト中の選択肢次第でメインのストーリー部分が大きく変化するなんてことも本作にはいくつも存在します。主人公ゲラルトは旅の中、様々な事件に巻き込まれることになり、世界各地を巡ることで個性豊かなキャラクターたちとの出会いが物語を大きく盛り上げます。プレイヤーの選択肢によっては作中に登場する重要な人物の運命が変わり、特定の女性キャラクターとはロマンス関係に発展することもでき、さらには国家間の争いまでをもひっくり返すなんてこともあり、ウィッチャーであるプレイヤーが世界全体に与える影響の大きさを目の当たりにすることになります。一体どういう作り方をすればこんなゲームができるんだと、正直初見プレイ時は目を白黒させていた記憶があります。このマルチシナリオの作り込みはウィッチャー3発売から約5年経った現在でも超えている作品はなく、 RPG の歴史を変えた作品だと個人的には思います。未プレイの方は自身でその凄さを体感してみてほしいです。今回5作品紹介しましたが、この中から1本だけでもハマってしまえばかなりの時間遊べる作品が揃っており、ゴールデンウィークだけでは遊びきれないかもしれません。気になった作品があった方はぜひチェックしてみてください。今後も視聴者の皆さんに参考にしてもらえるよう様々なゲームの紹介をしていきますので、この動画が良かったよと思っていただいた方はグッドボタン並びにチャンネル登録してもらえると嬉しいです。以前の動画を見てグッドボタンやチャンネル登録してくれている皆さん、本当にありがとうございます。コメントの方でも今回の動画を見ての感想やプレイしたゲームがあった方はさらに魅力なんかを書いてもらえたらありがたいですし、この動画を見てプレイしてみようと思ったなど言ってもらえるとめっちゃ嬉しいので、ぜひコメントお待ちしております。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回、ジローでした。